めっちゃ身近な食べ物で1食70円とか100円もしないで摂取できるんじゃないかな。いち早く皆さんにお伝えしたいと思っていた発毛食、食べ物で発毛が促されるっていう最新データのお話をしたいと思います。私がなんでこんなに興奮してるかっていうと、めっちゃ身近な食べ物だからなんです。めっちゃ身近な食べ物で毎日食べてるよっていうぐらいの、あとすごく安いの、1食70円とか100円もしないで摂取できるんじゃないかなっていう風に思うんですね。ただしこの食べ物は単体じゃダメで、2つ組み合わせることによってさらにパワーを発揮する。必ず2つを同時に取りましょうっていうことです。そのちょっとメカニズムを今日はご紹介したいと思いますので、ぜひ参考になさってみてくださいね。まずね、そのうちの一つがカプサイシンですね。唐辛子の成分カプサイシン。カプサイシン、私も何度も動画でカプサイシンはいいですよって、キムチとかすごいいいですよって言ってます。カプサイシンがいいっていうのは、ダイエットをしてる人とかもカプサイシンが血流を良くするから体を温めるような食材としてよくダイエットでは聞かれますよね。でもカプサイシン本当に発毛や育毛にもとってもいいんですね。一昔前はね、刺激物は薄毛になるとか抜け毛になるとか、そういう風に言われてた時期ってあったと思うんですよ。辛いものとか食べ過ぎると髪の毛に悪いっていう風に思ってた方もいらっしゃると思うんですけど、もう今の研究ではカプサイシン、要するに辛いもの、唐辛子自体がその薄毛になるとかっていうことは一切なくて、辛い料理に入っている脂っこいとか塩分が高いとか、そういうものを一緒に摂るから、それが巡り巡って腸を痛めて栄養の吸収が阻害されて悪いよっていうことではありますけれども、でもそのカプサイシン、唐辛子自体は実はものすごくいいんですね、髪には。そのメカニズムなんですけど、どういうことかっていうことがです、だんだん研究で分かってきたんです。研究を進めているのは名古屋市立大学の教授たちらしいんですけれども、まずね、このカプサイシンをね摂取すると知覚神経っていうものがね刺激されます。辛いものだからですね。その知覚神経が刺激されることによって、ちょっと難しいお名前です、カルシトニン遺伝子関連ペプチドっていう、通称 CGRP っていうものが出るらしいんですね。この CGRP っていうものが実はインスリン様成長因子、これは通称 IGF っていう、私たちにはとっても美容業界では馴染みのある言葉、 IGF っていうグロスファクターなんですけど、このインスリン様成長因子 IGF っていうグロスファクターがたくさん出るんですね。その刺激でもってそれが放出されるようになる。もちろん毛根にもそれが放出されるようになる。それはすごく血流を良くするグロスファクターなんですよね、 IGF が。この毛髪の成長には IGF が不可欠らしいんですよ。巡り巡りましたが、簡単に言うとカプサイシンを取ることによって知覚神経が刺激されて、そして巡り巡って体の中でその IGF が毛根にたくさん放出されることによって発毛を促すっていうことなんですよね。じゃあカプサイシンだけ取ってればいいのか、何でも唐辛子だけ入れて食べればいいのかっていうとそうではなくて、その知覚神経をね唐辛子だけで刺激し続けていくと、そのうち CGRP っていうのはね枯渇していくらしいんですよ。慣れちゃうんですかね。ここで枯渇するのを助けるのに一役買うのが実は女性ホルモンらしいんですね。結局女性ホルモンが足りなくなってきたっていう年齢によって髪の毛が抜けやすくなるっていう、そこにもまた一因あると思うんですけれどもね、その女性ホルモンをさ補うために、皆さんこれはよくご存知だと思いますけれども、非常に女性ホルモンと似た働きをするっていうイソフラボンがありますよね。イソフラボンをある程度年齢になったらよく取るようにしましょう。だからイソフラボンっていうと皆さんご存知のように大豆タンパクに入っていますよね。お豆腐とか納豆です、お味噌とか、こういうものを毎日必ず少しずつでもいいから取るようにしましょうっていうふうに言われていると思います。これ実は髪の毛の発毛や育毛にもすごく大事なことなんですね。かいつまんで言うとね、やっぱり女性ホルモンっていうのが非常に大事なんですけど、それが少なくなってきている年になってくる私たちの年齢、そうするとやっぱりイソフラボンが必要。イソフラボンをカプサイシンと一緒に摂ることによって
て、先ほど言った CGRP っていうのが枯渇しないで済むらしいんです。だからそのカプサイシンでずっと知覚神経を刺激しつつ IGF を出しますよね。それがずっとその働き続けるようにするにはイソフラボンが必要なんですよね。なので両方取るとすごくいいらしいんです。じゃあ両方取るには何の料理がいいでしょうかっていう、そしたらお豆腐にキムチをのせる、さらにキムチに、私はお豆腐キムチ納豆めちゃくちゃいいじゃないですか。今の理論から言っても、この前私納豆キムチやりましたね。それにオメガ3をかけてめっちゃいいですって言ってました。それにお豆腐の上に乗せてもすごいいいんですね。その時はこういった IGF がどうのとか CGRP がどうのっていう話は私その時は知識としてなかったんです。今日得たんですね。勉強してきてですね、それで新理論だっていうことを勉強したわけですね。その豆腐に納豆とキムチを乗せて、さらにオメガ3をちょろっとかけて、さらにそこに一味をちょっと振るとかね、もうこれをね全部じゃなくてもいいです。タンパク質、大豆タンパクとカプサイシン、この2つをドッキングさせてちょこっとずつ毎日食べる。これは実はその名古屋市立大学の研究によれば、私その研究データで何日間っていうのがちょっと書いてなかったんですけど、被験者の約 80% が確実に発毛や育毛の実感をしてたって書いてます。ちょっとこの何日間にわたってっていうのが書いてなかったので、ちょっとそれもこの先調べてみることにしますけれども、でもとりあえずはその被験者のうち 80% はこう実感としてあるっていうことですね。量はじゃあどのぐらいなんだろうか、どのぐらい食べればいいんでしょうかっていうことなんですけど、カプサイシンとしては唐辛子ですね。それは1日小さじ2杯小さじ2杯の唐辛子を一気に取ろうと思うととても辛いですよね。一つはキムチにして、あと一つはちょって上に何かにかけるのがいいかもしれないですね。そのお豆腐でもお味噌汁とか豚汁とかに一味唐辛子をちょってかけたりしますよね。そんなのもいいと思うんですよね。とりあえずこう一味食卓に一味置いといて、で何か合いそうだなって思ったものにちょってかけるっていう習慣がいいと思います。お豆腐だったら1日半丁でいいです。半分でいいです。1パックのうちの半分、そのぐらいでいいです。それを日々の生活に取り入れていくっていうことですね。そういった育毛食っていうのかな、体にもものすごくいいし、ダイエットにもいいし、髪の毛も生えるわけですから、すごくいいと思います。で今ね、うちのお店でもすっごく大人気になっているヘンププロテインありますよね。ヘンププロテインでも十分髪の毛に栄養素がたっぷり入ってるタンパク質ですよね。ただヘンププロテインの中にはカプサイシンは入ってないです。ヘンプったらもうほぼほぼパーフェクトかっていうぐらいの育毛食ですよね。そこにカプサイシンを日々の食卓にちょこっと小さじ2杯分だけをプラスすると、もうすごくいいって思います。悩んでいる方、ヘンプまでは高くて買えないという方いたとしたら、今の言ったようにお豆腐と唐辛子の組み合わせで食べる、これをね日々取り入れてもらったらすごくいいと思います。ヘンププロテイン飲める方はそれにプラスしてカプサイシン、これはすっごくいいと思う。本当にいいと思いますので力説させていただきました。ぜひ参考にして皆さんのお悩みがね一人でも多く解放されますように。そしてね、私今お豆腐とキムチみたいなことを言いましたけど、ヘンププロテインね、私はこういう飲み方してるますっていう人もね出てきました。皆さんの工夫でこういうレシピ美味しいですよっていうのがあったら、ぜひぜひコメント欄に、皆さんコメント欄見てると思いますので、私も見てますけど、それで参考になったみんなで助け合って、そしてレシピ広げていきましょう。ぜひ皆さんでそういった輪を広げていきたいなっていうふうに思います。頑張ってね、少しでも薄毛の悩みが解放されますように、私も日々勉強していきます。というわけで今日はこの辺で育毛レシピのお知らせでした。参考になさってみてくださいね。ではさようなら。今日も猫がうるさくってすいません。ご視聴いただきありがとうございます。いいなと思ってくださった方はグッドボタンをお願いします。最新の動画をご覧になりたい方はチャンネル登録をして隣のベルマークを押すと新しい動画を見逃しません。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。